こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日も日本のニュース、ニュースです。ニュースをお話しします。このニュースは日本に住んでいる人はもうとっても大切なニュースですし、これから日本に来ますという人にも大切です。そして日本のものを皆さんの国に送っている何か商品とか、例えば、何ですかね、車の部品はあんまりないですよね、日本から送るってね。何か日本で作ってるものとかを皆さんの国に送るとかしている。で、そういう仕事してますとかいう人、もしね、あなたがね、自分の国で、そういう人にもちょっと悪い影響があるかもしれないです。ですので、ぜひ知っておいてほしいなと思います。お話しますね。そしてこの今の写真は、これはどこですか？そうですね。これは東京です。東京です。東京の写真です。もう東京というのは本当に高い高いビルがたくさんあって、その街全体に本当に高いビルがずっと続いています。ビルの森とも言われます。でもここに富士山が見えますね。これ東京なんですよ。東京から富士山見えますよ。この辺新宿ですね。ではお話入りましょうか。今日のお話は天気です。日本の天気のお話です。私このニュースのお話であんまり天気のお話は、しないことが多いんですけど、今回はですね、もう大きなニュースになっているんですね、この天気の話が。そしてこう天気を予想する。明日はどのくらい雨が降りますとか、明日は雪がどのくらい降りますとか、そういうのをチェックしているところありますよね。皆さんの国にもありますよね。そういう人たち、会社じゃなくて、国がやっているところ、そういうところがもう、大きく発表したんですね。危険ですと。危険というふうに発表しました。天気が危険。もう怖いですよね。なんですかってね。何が危険なんですかってね。そう。ですね、その危険なのは雪です。雪。今年の1月の初めの方、1月8日ぐらいだったかな、最初の方にも雪がとても降ったんですね。それも急に。その時よく降ったのはこの青森というところでした。ここにですね、もう信じられないぐらい雪が降って、いいですね、楽しいですね、スキーができますねじゃないんです。全然嬉しくないんです、それ。たくさん急に降ったので雪が片付けられなくて、車が運転できないとか、事故が起きるとか、悪いことが、雪によって起きたんですね。ですので今回もまた、2回目ですね。気をつけてください。危険ですという注意が今されています。それがこの今ね、写真で見ているところ、これ日本ですよね。ここ北海道ですね。そして東京はこっちですが、こっちの下の方は写真に入れませんでした。今とても危険ですと言われているのはこの上のこの赤いところです。これ見てください。これ赤いって、これ雪一番もう200メーターより降る、200センチですね。だから2メートル2メートル以上降ってしまうかもという予想と言えるんですかね。だからもう簡単に言うと、すっごく雪降りますっていうことです。で、えー
あれ北海道そんなに赤くないですねって思いますよね。私もそう思いました。そうなんです。だけど北海道のこの辺の帯広というところ、この辺です。帯広という場所で、今日、はい、2月4日の朝までにもう120センチ、はい、1メートル20センチの雪が降ったんですね。それも、それは朝9時の前の12時間前からどのくらい降るかチェックしていて、12時間の間に120センチ降ったんです。でそれが今まで日本で降った雪の量の中で一番多かった。はい、いつからチェックしてるかわからないんですけど、でももう多分20年か30年前ぐらいからこの場所でどのくらい雪が今日降りましたとかを調べてるんですね、日本の中で。皆さんの国にもそういうのありますよね、きっとね。で、それがですねその記録が今日一番降った雪が降ってしまいましたという新しい記録ができてしまいました。それがこの北海道の帯広というところです。よかったですねじゃないんです。全然いいことではないです。はい。ちょっとあれですよ、皆さんがだって夜9時かな、そうですよね、夜9時によーしって言って家に帰って、で朝9時に外に出たら1メートル20センチの雪が家の前にある、そういうことです。えってなんですかね。あれ昨日は雪降ってなかったね。あれ12時間だけ、あれ1日寝ただけでこんなに雪が1メートル20センチって、もう小さい子供ぐらいの高さですね。はい。何ですか思うと思います。嫌です。私だったら嫌です。ってね思います。はい、それが起きてしまいました。北海道です。さすが北海道とも言えるかもしれません。新しい記録を出しました。はい、ですがね、これね、ぜひニュース、写真とかニュースで見てほしいです。本当に街の人かわいそう。もうバス停ありますよね。バスが来るところ、バス停の、ここにバスが来ますよって印が書いてあるところ、あそこのところのバス停のその印がもうほとんど見えない、雪で。はい、もう街中が雪。はい、もうそういう状態。はい、全然いいことじゃないです。もう急に降ってしまったので、雪を片付けるのもやっぱり間に合っていません。はい、だから車があの運転できなかったり、はい、北海道ですからやっぱり雪降るんですよ、昔から。それでもそんなに降ってしまって、道がね、車が運転するのが大変とか。北海道の人慣れてますから、本当は雪に。雪はもう毎年降るから、もういつものことなんですよ、北海道の人にとっては。だけどそんな12時間の間に120センチも雪が降ってしまったら、それはちょっとね、困りますよね。でそれが起きちゃいました。はい、で、それがですね、まだ起きそうだと言われているんです。だから気をつけてくださいと、はい、注意と言われています。北海道ほど降らないと思うと言われてるんですけど、その12時間に120センチも降るとは言われてないんですが、ここのこの赤いところ、これちょっと本当に危険ですよ。こんな天気予報あんまりね見たことないですよ、私日本で。うん、
これから降りそうと言われているところはこっち側の日本海側と言います。こっち海がありますね。海があって、こっちの、ここに真ん中に山があるんですね。高い山がある。高い山があるからこっちに風が海から吹いて雪が降っても反対側にはあまり雪がいかないんです。だからこっちだけ赤いんです。うん。だからこちら、ここも高い山があるから東京の方、千葉の方は雪は今回はそんなに降らないと言われてるんですね。山があるから、山が守ってくれてるからなんです。だけどこっちのね、海の近くの場所はもうはい降ります。降ると言われています。はい。それもね本当にこれも降りすぎっていうぐらい降ると言われています。こちら今違う、地図にしました。ちょっと見てください。北海道はねもう見せないですよ。北海道はもうこれからはすごく降るとは言われてないんです。北海道はちょっと一回落ち着いて一回雪が終わってって言っても降るんですけど、その後はこっちの、日本海側、こっちの海の近くの方がこれから降り始めると言われてます。もう今降ってるはずです。はい、降ってるんだけど、止まらない。そしてすごく1時間にたくさん降るという降り方をすると言われています。はい。これねどうしてそんなに降るんですかね。やっぱりこれ地球が熱くなってるからというのが一つの理由だそうです。地球温暖化ですね。地球温暖化。はい。本当にもういいですね。スキーができて楽しいですね。というレベルではなくてもう危険なレベルまで降ると言われています。この辺に住んでる人はもう必要でなければ外に出ないでくださいと言われています。はい。そしてもし必要で外に行かなければいけない、車の運転をしなければいけないだったらガソリンをもうたくさん入れてできるだけ多くできるだけ100%ぐらい入れてタイヤも雪の時に使うタイヤ特別なタイヤにしてくださいとか、とっても強く言われています。はい。これですねそんなに注意と言われること珍しいんですね。やっぱりね今年変です日本。はい。ちょっと怖いなって思ってます私。あの雪ってたくさん積もると重いんですねすごく。そして建物の屋根の上に雪が積もってそれが下に落ちると本当に危ないんですね。人に当たると人が死んでしまうこともあるんです。重いから。そうでそれは雪が降ってもう降っていないで雪がだんだん水に変わってくる、溶けるというんですね。そういうのをね、雪が溶けた時にその屋根の雪が下に落ちたりするんですけどその時がとても危ないんですね。だから事故が起きます。そうだから雪が降ってる時もとてもね歩きにくいしどんどん溜まって困ってしまうしで片付けが間に合わないしそして雪が降った後も事故があったりして危険なんです。車もね簡単に運転できないしまず道がもう雪になってますからとても走りにくい、走っても速く走れないとかだから事故が起きるんですね。ですのでこっちに住んでる人もしあなた聞いてくださってるあなたもしこっちの
日本海側に住んでる人、本当に気をつけてください。今回なかなか危ないと言われてますので、会社ね、リモートワーク、そう家で仕事できるとか、その日は会社来なくていいですとか、学校もね、今日は学校来なくていいですとか何かあるはずですので、ちょっと注意して周りの人に聞いてほしいです。本当に気をつけてください。自分の安全を守ってください。はい。そして、この雪ですね、こちらのこっちですね、広島の方、鳥取とかこっちの普段はあんまり雪が降らない方、はい、中国地方というんですけど、こちらでも、今回雪が降ったそうです。例えば九州でも降ったらしいんですね。九州はやっぱり暖かいので、本当は雪はほとんど降らないんですよ。だけど降った。これはね、やっぱり本当に地球が変ですよね。だからこういうあんまり降らないところで急に雪が降ると、それも事故が起きやすいんですね。だから車の事故もそうですよ。そうそう。だから本当に気をつけてください。そして、ちょっと天気予報を見ましょうか。これは、2月5日、明日の天気予報なんですけど、北海道はね、もちろんね、暖かくても1度、マイナス4度とか、この特に新潟というところね、この辺もかなり雪が降ると言われているんです。新潟とか金沢、この辺ですね。金沢、この辺は、地震が前にあったところで、まだ地震の後で町が治っていなくて生活が大変な人もいるところなんですね、金沢ってね。そこでこれから雪が降ると言われているので、本当に気の毒だし、住んでる人本当に気をつけてほしいなと思います。古い建物とかは気をつけてください。雪がその上に積もって雪が落ちてきたり、あとは本当に古い建物だと、ここ金沢というのは伝統的な場所なので、ここですね、古い建物あるんですよ。そう残ってるんです、古い建物が。でそこの建物の上に雪がたくさん積もると、雪は重いので建物が壊れてしまったりするかもしれないと、それも注意と言われてます。だから皆さんね、もしこの辺住んでる人とか、あとここ観光地、外国人の人もよく来る場所なので、ちょっと気をつけてください。古い建物にはあまり近づかない方がいいと思います。ね。でこちらの広島の方も普段はいつもは雪ほとんど降らない、暖かいんです。だけど雪のマーク書いてあります。明日雪降るね。福岡もそうです。ここも暖かいのにね、九州雪降ると言われている。鹿児島もですよ。鹿児島ももう降ったんですけどね、今日すでに降ったんですが、また降るみたいですね。これはね珍しいです、本当に。この四国、高知県でも降るみたい。これも本当珍しいですね。高知県も暖かいのにびっくりです。大阪は天気がいいみたいですね。名古屋もでも雪マーク書いてありますね。名古屋もですね。そして全然マーク書いてないのが東京です。東京も高い温度で10度、一番低くて0度と書いてありますね。東京というのはやっぱりね、あんまり雪降らないんですね。ここの周りにやっぱり高い山があるので守られてるんですね。だからちょうど雪が来ない場所ではあります、東京というのは。だけどそれでも雪降る時あります。はい。毎年冬2回とか3回とか冬に降ったりするんです。でもね、少ししか降らなくてもそれでも東京はすぐに事故が起きてしまったり、
電車がね何かあったりっていうのが起きやすいんです。東京は雪に弱いとよく言われています。はい。だから東京に住んでる人も天気予報はよく見た方がいいですよ。ね、まだまだ冬は続きますから日本ね。日本2月まだ寒いんです。まだというか日本は2月が一番寒いと言っていいと思います。1月も寒いんですけど2月一番寒い。で3月はもちろん3月に入ったらだんだん春だんだん暖かくなるんですけど2月はまだまだ寒いですね。ですので本当に気をつけてください。はい。これは明日の2月5日の天気予報なんですが、この先ほどお見せしたこの赤くなってるこの辺すごく降るよ気をつけてというの、これは2月5日とか6日くらいまで続くと言われています。そしてもっと怖いのが風だそうです。風がすごく強く吹く。うん。雪降ってるし風もすごく強いと、この辺ですね。ですので本当に寒いと思います。で風はこれから1週間くらい続くと予想されているので本当に寒いと思うのでこの辺に住んでる人本当に気をつけてください。風邪をひかないように、そしていつもよりたくさん洋服を着たりして、自分を守ってくださいね。本当にそう思います。ですのでねこ日本ってあんまり雪が降らない北海道だけって思われてるかもしれないんですけど全然そうではないんですね。そして今年は変な風にこんなにたくさん急に降るという天気なので日本人経験がないです。そんなにこんなに変な天気で急に降るのは。だから本当に注意しなければいけないと思います。ね皆さんも天気予報よく見て過ごしてほしいです。そしてここで何かね、作っているものを皆さんの国に届けていた場合それが届けられないかもしれないです。天気が雪の影響でトラックが運転できないとかそういうことは起きてしまうので何か悪い影響がないといいんですけど日本は今こういう天気なんだということぜひ知っておいてください。はい、2月1月2月ですねはこういうふうにちょっと変な天気に今年はなってます。はい、やっぱり地球が暑すぎるからというのが一つ本当に大きな問題みたいですね。みんなで地球守っていかないと変な天気になってしまいますね。嫌ですよね本当ね。自分たちの住んでいる地球ですからね。なんだか何か一つでも小さなことでもやれることやっぱりやった方がいいんだなって思います。地球のためにですね。はい。では皆さんこういうニュースでした。特に日本に住んでる人は本当に気をつけてください。天気予報ぜひ見てくださいね。はい。では今日はこんなお話をしましたが、他にもいろんなニュースをお話ししてます今までね。例えばこれはニュースじゃないんですけどやぶへびという言葉知ってますか？今年の2025年は日本の、動物と言います。動物はヘビなんですね。スネークです。はい。去年はドラゴンですよね。竜でした。今年はね、ヘビになります。で、このヘビを使った言葉、やぶヘビというのがあるんです。これですね、日本人使います言葉。ぜひ皆さん知っておくといいと思いました。だから作ったんです、YouTube。はい。ぜひぜひ見てみてください。面白いと思います。やぶヘビ。はい。でもね、これ悪い意味です。そう。やぶヘビだったっていうの。悪い意味なんですね。だからね、なんで悪いのどういう意味ってね、ぜひぜひ知ってください。はい。
あとは他にもニュースの、紹介をしているビデオもたくさんあります。無料で私の YouTube で見られますので、ぜひ見て、日本のことを知ってください。そして日本語ね、聞く練習にもなると思います。はい。私が話す日本語は東京の言葉です。はい。ニュースで聞く言葉と同じです。方言、どこか東京から離れたところの少しアクセントがある日本語ではないです。私の日本語はスタンダードジャパニーズです。私これしか話せません。他の大阪の言葉とか、北海道の言葉とか私わからないです。はい、ですので聞く練習にはねとてもなると思います。はい、ですのでぜひぜひよかったら聞いてください。あとはビジネス日本語とか、JLPT の勉強、特に読解とかね、読解の勉強、リーディングの、はい、勉強とかしたい人多いと思います。私の YouTube で無料で勉強できますので、ぜひ見てください。そしてあとは、私のオンラインレッスンもあります。このリンク書いてありますが、今日のコメントのところにも書いてあります。皆さんそこから私のクラスについてぜひ見てください。そこの中にクラスのこと書いてあって何か質問したいわからないという時、クラスについて知りたいこと、E メールアドレスがそこに書いてありますので、まずはこのホームページ見てみてください。はい、でちゃんとあなたの名前を書いて私にメールを送ってくださいね。ごめんなさい。オンラインレッスンはですね、2つあって、ビデオレッスンとズームレッスンがあります。ビデオレッスンは、あなたが時間があるときに、YouTube みたいに、いつでも何回でも見ることができます。はい。今だと、次の JLPT、7月ですね。7月まで、7月の次の日、試験の次の日まで何回でも見られます。7月ってもう今2月ですから、2月、3月、4月、5月、6月。もう7月最初に試験ですよね。あとじゃあもう大体5ヶ月ですね。皆さん試験までね。大丈夫ですか？間に合いますか？ね。早く勉強始めた方がやっぱりいいですね。次の試験で N2 とか N1 とかぜひ合格してほしいなと思います。はい。私のビデオレッスン、これは YouTube では見られません。YouTube でも読解の話してますが、全部はお話できないんですね。もっともっと詳しくそれは私のオンラインレッスンの中でしかビデオ見られませんので、ぜひ本当にテスト合格したいという人はぜひ使ってください。これ毎年見てもらってたくさんの人が試験に合格してます。はい、ぜひぜひ使ってください。おすすめです。読解まずおすすめですね。一番人気があります。ビデオレッスンの中で。はい。どうやったら合格できるとか、そういう説明をよくしてますので、1時間しっかり話してますから、こうやって勉強するんだと。それを知ると、勉強自分でもしやすいですね。うん。間違えた勉強をしてるとなかなか合格できないです。はい。ですから早く正しい勉強の仕方知ってください。ね、それこのビデオ見ると分かりますよ。N2 と N1 ありますので、ぜひ使ってください。あと他にも JLPT の文法、語彙、漢字とか、語彙、そうですね、文法とか、はい、いろいろありますので、はい、ビデオレッスンたくさんあります。ぜひ使ってください。そしてあとは Zoom レッスンもしています。Zoom は Zoom アプリを使って私と皆さんで話しながら授業をします。これはビジネス日本語と会話の練習とプライベートレッスンがあります。プライベートレッスンは何でもいいです。あなたが勉強したいこと何でもどうぞ。ちょっと心配だったら、このプライベートレッスンのリンクの中に私の E メールアドレス書いてあります。そこから私にメールで質問してください。この勉強したいんですけどできますかとか、
大体もう全部しますので、あんまり心配しなくて大丈夫ですよ。じゃあ大丈夫って思ったら先にお金を払ってもらって、クレジットカードか、振り込み、銀行振り込みできます。日本に住んでる人は銀行振り込みできます。外国からは、クレジットカードでお金払ってもらうことが多いんですけど、はい、まず最初にお金払ってもらって、でそれから、こちらから連絡しますので、授業の準備しましょう。はい。あとは会話の練習とか、これ N2 レベルくらいの人まで、はい、できますよ。とか、ビジネス日本語。これも N3、N2、N1 ぐらいの人おすすめです。これは会話、ビジネス電話のかけ方とビジネスメールの書き方を勉強してます。とっても楽しいです。これ難しいけど楽しいです。はい。ぜひぜひ、一回でもね、ぜひやってみるというのはいいですよ。やってみましょう。楽しみに、待ってます。皆さんね。では、オンラインレッスンね、リンク、今日のコメントのところに書いてありますからね、これね。あとは私の Twitter もあります。ラーニングジャパニーズ@日本語クラスです。TwitterX ですね。ぜひフォローしてください。はい。では、またお話しします。皆さん、天気よく見てくださいね。天気って大事ですね、やっぱりね。生活するにも大事だし、ビジネスでもすごく影響があります。はい。ですので、ぜひ見てください。安全に皆さん生活してほしいなと思います。それで今日このニュースを選びました。ね。はい。じゃあ体に気をつけて、まだ寒いですけどね、もうちょっと頑張りましょう。もうちょっとしたら春が来ますよ。ね。はい。では今日もありがとうございました。またお話しします。また聞きに来てくださいね。今日もありがとうございました。